2015年10月26日、カナダ・アルバータ州カルガリーの住宅から1本の通報が入りました。I don't know, and I just came home and I found my wife downstairs and there's blood everywhere. Are you with her now? Is she awake? Is she breathing?通報者の男性は自宅の地下室で血まみれの妻の遺体を発見。遺体には頭部を中心に殴打の跡や切り傷、擦り傷が多数残されており、彼女が何者かに殺害されたことは明白でした。しかし警察はこの女性を事故死と断定するんです。惨殺死体となって発見されるも、なぜか事故死と断定されてしまう女性。彼女は一体どのような最後を迎えたのか。一見して殺人にしか見えないこの事件、どんな仮説を立てても矛盾しか出てこないんです。おさすけんちゃんです。みやみやみこんで。最近さ、はい、すっごく気になってるフルーツタルト屋さんがあるの。どこ？広告みたいな入りになってるけど大丈夫。で、なんでもないんですけどね。お店の名前も言わないんだけど、オープンしたてでね、すっごい毎日並んでるので、この前平日に行ったのよ。平日の昼前とかに行ったのよ。それでも並んでて、これ祝日土日とかに行ってももっと並ぶから、もう今日のうち買っちゃおうと思って並んでたの。そしたら昼前とかよ、売り切れましただ。すごいね。いやいやいや、私が思ったのはもっと準備しろよって思ったの。そう思わない？どこ？誰？準備してたやつ。秘密です、もっと混んじゃうんで、今回はカナダで発生した奇妙な未解決事件をご紹介します。この事件では被害女性がかなりむごい殺され方をしたんですが、10年間犯人不明で、犯行内容についてもどんな仮説を立てても筋が通らないんですよ。完全犯罪みたいなことなのそれって？犯人が存在するのであれば、いわゆる完全犯罪ですよね。いろんな仮説がこれまで立てられていたんですが、そのどれもが矛盾があるんですよ。とはいえ今回はそのいくつかをご紹介できればと思います。10月のある日、実家へ帰省していた男性は妻の待つ家へ舞い戻ってきました。そこでは愛妻家だった彼が絶対に信じたくない光景が広がっていたんです。途切れた電話。2015年10月26日、カナダ・アルバータ州カルガリー、キャッスルリッジ地区の一軒家の前に1台の車が止まりました。その中から姿を現したのは、口と顎にヒゲを蓄えた短髪の男性。30代前半のその男性の名はリー・アントニー。実家から戻ってきた彼は慌てた様子で玄関の鍵を開けます。やっぱり何かおかしい。1階のダイニングへ足を踏み入れた瞬間、リーは異変を察しました。テーブルのそばでは椅子が一つ乱雑に倒れている状態。そしてテーブルを挟んだ向こう側ではスマホが床に投げ出され、バッテリーが外れた状態で転がっていたんです。またリーは猫2匹と犬1匹を飼っているのですが、餌のボールも水のボールも空っぽで、糞尿は床に放置されていました。アマンダに限ってこんなこと絶対にありえない。リーの言うアマンダとは彼の妻アマンダ・アントニのこと。リーが実家へ帰る間、アマンダはその家で留守番をしているはずでしたが、ペットたちは明らかに世話をされていなかったんです。妻の財布と鍵はダイニングテーブルに置かれており、外出したとも考えにくい状況。リーは家中を探し回りますが、妻アマンダの姿はどこにも見当たりません。彼はアマンダの捜索を続けながらも、彼女の身に何かあったであろう2日前の出来事を思い返していました。2015年10月24日の夜、実家に帰っていたリーは妻アマンダに電話をかけました。いやあアマンダ、体調はどうだ？リーが実家へ帰ってきていたのは父親の命日のため。一方で彼は640キロ離れたカルガリーの自宅で待っている妻の体調をずっと気にしていました。本当は妻のアマンダも一緒に実家へ来ていたはずが、彼女は直前にひどい片頭痛に見舞われ自宅に残っていたんです。リーとアマンダは非常に仲睦まじい夫婦で、6年の結婚生活で別々に行動するのはこれが初めて。リーは体調を崩していたアマンダのことが気になって仕方がなかったんです。もう大丈夫、だいぶ良くなったわ。明るい声でそう告げたアマンダ。リーは安心した様子で頬を緩めました。その時、電話の向こうで響いたのは飼い犬のルビーが激しく吠える声。ほらルビー、静かにしなさい。そしてアマンダがルビーを叱りつけたかと思うと、そこで電話は途切れてしまったんです。リーはすぐにかけ直しましたが、この後電話がつながることはありませんでした。さらにテキストメッセージを送ってもアマンダは一切返事をしなかったんです。犬が何か異常事態知らせてたってこと？これそうかもしれないです、いずれにしても愛犬のルビーを叱りつける声が妻アマンダの最後の声になってしまったんです。アマンダとの通話が途切れたことについてリーは当初それほど深刻には考えていませんでした。きっとスマホの充電が切れたんだろう。しかし以降もアマンダとの連絡はつながらず、2日後の10月26日、リーは予定よりも早く自宅へ戻ることに。
自宅玄関ですぐに異変を察し、声を張り上げながら妻のアマンダを探していたリー。しかし彼女は家のどこを探しても見当たりません。残りは地下室だけか。アマンダがあそこへ行くことはないはずだが。リーはそうつぶやきながらダイニングの端にある地下室への階段を降り始めました。そこは妻のアマンダが普段は気味悪がって絶対に入りたがらない場所。そこに彼女がいるとは考えられず、リーは捜索を後回しにしていたんです。そして階段を降りる途中、リーは気がついてしまいました。階段の下に大量の血痕が飛び散っていることに。どういうことだ。リーは青ざめた表情のまま一気に階段を駆け下りました。すると地下室の血痕はメインルームの脇にある小部屋まで何かを引きずるようにして続いていたんです。恐る恐るその血の跡をたどっていったリー。すると小部屋の中では妻アマンダが血まみれの状態で亡くなっていたんです。これは誰かが家に入ってきて、アマンダを襲ったってことなんじゃないの？この状況だけ見ればそう思いますよ。ただこの家には殺人現場には必ずあるものがなかったんです。解せない結論。リーの通報によりアマンダの遺体が発見されたその日のうちに警察は捜査を開始。地下室で亡くなっていたアマンダは頭部を中心に多数の打撲、切り傷、擦り傷を負っており、右目の周りの骨を骨折している状態。ズボンは膝下まで吊り下げられており、性的暴行の可能性も疑われました。1階のダイニングでは椅子が1つ倒れていたほか、床に投げ出されたスマホは画面が割れ壊れて電源も入りませんでした。アマンダはそこで何者かに襲われ地下室へ逃げ込んだように見えたんです。ダイニングから地下室へ降りる階段の途中の棚には陶器の貯金箱が割れた状態で置かれていました。その破片はアマンダの遺体にも付着しており、彼女が地下室へ逃げ込む際、迫ってきた何者かにその貯金箱で殴打された可能性を示唆していたんです。地下室には壁や床の広範囲に血痕が飛び散っており、血のついた足跡が少なくとも12個、一部血が拭き取られたような痕跡もあり、何者かが証拠隠滅を図ったようにも見えたんです。アマンダはさ、ダイニングが地下室へ逃げたわけだけど、それは追い込まれて結局地下室で殺されちゃったってことも？まあそう見えますよね。リーがアマンダと電話している時に飼い犬が吠えたのは、その侵入者に対して吠えたんじゃないかっていう説もあるんですよね。リーが帰宅した際、玄関は確かに施錠されており、その他の窓の鍵も全て閉められている状態。一点裏口の鍵がかけられていたかを彼は覚えておらず、そこから何者かが侵入したと推測されました。さらに近隣住民への聞き込みでは次のような証言も。2日前の夜7時頃、リーさんの家の犬がすごい勢いで吠えてるのを聞きました。その後裏庭から誰かが走って出ていくのを見たんです。近隣住民が不審者を目撃した時間はリーが電話越しに飼い犬が吠えるのを聞いた時間と一致していました。さらにアマンダの死亡推定時刻ともおおむね一致。裏庭から逃走した何者かが犯人であることは間違いないように思えたんです。警察はその後検視や鑑識を進めますが、捜査は予想外に難航し、正式な見解が発表されるまでには1年を要しました。そして迎えた2016年12月、警察は次のような内容を発表。総合的な捜査の結果、アマンダ・アントニさんは不幸な事故の末に亡くなったと結論付けられました。アマンダの死因は鈍的外傷による失血死。一方で彼女の遺体には第三者の血液、皮膚の破片、性的暴行の痕跡など何者かに襲われた証拠は何も残っていませんでした。さらに現場検証の結果、アマンダの自宅に残されていた血痕や指紋、足跡、DNA は全て彼女自身のものであることが判明。誰がどう見ても殺されたとしか思えない状態で亡くなっていたにもかかわらず、現場にもアマンダの遺体にも他殺の痕跡は一切なかったんです。他殺の痕跡が一切ないっていうのは確かに驚きではあるんだけどさ、家中血まみれだったわけでしょ、家の中の事故だけでそんな状況になることってなくない？それが医学的見解からも他殺じゃなくて自ら亡くなってしまったっていう可能性も否定できなかったんです。持病に殺された妻。1年に及ぶ捜査の結果、アマンダの死は事故だったと結論付けた警察。その根拠には彼女が亡くなった当時、ひどい片頭痛に見舞われていたことが挙げられます。アマンダは夫の実家へ向かう予定を断念するほど重い片頭痛に苛まれていました。その片頭痛によって判断力が低下した結果、彼女は地下室への階段から転落した可能性があるんです。片頭痛っていうのは単に頭が痛くなるだけじゃなくて、人間の脳の働きにも影響して判断力とかが鈍っちゃうんです。というわけで本日のメトラキーワード、片頭痛が脳に及ぼす影響について。頭部の血管が拡張して炎症を起こし、こめかみ付近にズキズキとした痛みが現れる片頭痛。この持病を持つ人は週に一度、月に一度などの周期で症状が現れ、その痛みは日常生活に支障をきたすレベルになることも。さらに片頭痛は単に頭の痛みだけではなく、脳の働きに深刻な影響を及ぼすことも。
例えば片頭痛が起きる前兆には線気暗点というものがあり、視界にギザギザの光のような模様が現れ歩行さえ困難になる場合も、これは血管の炎症に対し視覚を司る脳の部位が過剰に反応した結果、このほかめまいや耳鳴り、手足が思うように動かせなくなるなどの症状に見舞われることも。片頭痛が脳に及ぼす影響は決して侮れず、転倒事故につながる可能性は十分にあるんです。アマンダは普段は気味悪がって絶対に地下室に近づかなかったと言います。しかし片頭痛の症状で錯乱状態だったとすれば、その階段を転げ落ちたとしても不思議ではないんです。階段の途中の棚にある貯金箱が割れていたのは、アマンダが転倒した際に体がぶつかった結果、彼女はその貯金箱で頭部に裂傷を負い、出血多量で命を落とした可能性がありました。地下室に大量の血痕が広がっていたのは、アマンダが出血しながらも助けを求めて動き回ったため。こう考えると地下室がまるで殺人現場のようになっていたことにも説明がつくんです。まあ片頭痛でそこまで混乱しちゃうこともあるっていう話だったら、確かに事故の可能性も出てくるわね。ただ最初に説明したように、この事件ではどの仮説でも矛盾が生じてしまうんです。アマンダが転倒事故で亡くなったとする説では、階段の途中の棚にある貯金箱が割れていたのは彼女の体がぶつかった結果とされています。一方でその棚には貯金箱以外にも多数のものが置かれていたのですが、それらが動かされた形跡はありませんでした。バランスを崩し貯金箱にぶつかったなら、棚に並んでいたその他のものが動いていないのは少し不自然なんです。誰かが貯金箱でアマンダを殴打し、割れた貯金箱をまたその棚の上に戻した。貯金箱以外のものが動いていなかったとなると、そう考える方が自然なんです。また地下室には床のほか壁にも大量の血痕が飛び散っていました。何者かに殴打でもされない限り、壁に大量の血痕が飛び散ることはないように思えるんです。このほか地下室で負傷したアマンダが助けを求めて自力で動き回っていたとすれば、彼女はなぜ地上へ上がろうとしなかったのか、階段を登れないほどの重傷を負っていたのかもしれませんが、だとすれば現場には消せない証拠が残されているんです。その証拠とは血のついた足跡12個。その足跡から推測するに、アマンダは階段の下で地上を見上げるようにして立っているんです。しかしなぜかアマンダは階段へは一歩も踏み出さず、彼女が地上へ向かわなかったのは、その先のダイニングにまだ犯人がいたためとは考えられないでしょうか。ダイニングに転がっていたスマホにしても、落下した程度であれば電源がつかないほどに壊れてしまうとは思えません。警察はアマンダの死を事故として結論付けましたが、このように現場では事故では説明がつかない現象がいくつも起こっていたんです。これはやっぱり誰か家に押し入って殺したんじゃないの？現場に痕跡はありませんでしたが、逆に言うと痕跡を残さないそういった侵入者がいればっていうことも考えられますよね。殺人の可能性。夫婦が暮らしていたキャッスルリッジ地区は治安が悪く、ホームレスが庭に勝手に入ってくるようなことも珍しくありませんでした。その環境からアマンダが裏口から入ってきた何者かと鉢合わせ殺害されたとも考えられます。しかし現場には第三者の足跡も指紋も残されていません。またその家にはアマンダ以外にも猫2匹と犬1匹がいましたが、死亡現場の地下室に彼らが降りていった形跡はありませんでした。侵入者がアマンダを追いかけて地下室へ向かったのであれば、事件発生時に吠えていた飼い犬がその後を追わなかったことにも違和感があるんです。ではもし犯人が侵入者ではなく、その家にもともと住んでいて飼い犬を制御できる人物だとしたら、そう、事件当時実家に帰っていたはずの夫のリーが犯人である可能性もゼロではないんです。リーとアマンダが結婚したのは事件から6年前の2009年。夫婦は結婚後すぐにキャッスルリッジ地区に家を購入し、複数の保護猫や保護犬を引き取り、動物に囲まれる生活をしていました。2人は子供は作らないと決めており、その分ペットを実の子のように可愛がっていたんです。お互いに動物好きで趣味が合う夫婦は仲睦まじく、ほとんどの行動を共にしていました。結婚生活で離れて行動したのは、それこそアマンダが片頭痛で夫のリーの実家へ同行できなかったその時だけ。夫婦は非常に円満に見えますが、事件当時リーは確かに不自然な行動をとっているんです。それは彼が911へ通報した際のこと。 I don't know, and I just came home and I found my wife downstairs and there's blood everywhere. Are you with her now? Is she awake? Is she breathing? Is she breathing? リーは妻の安否を問われた際、まともに答えられず、慌てて彼女の元へ確認しに行っています。つまり彼は妻の安否確認を後回しにして先に通報していた可能性があるんです。
家に帰って妻が血まみれで倒れていたら普通は真っ先に生きているか確認するはず。動揺していた、再確認しに行ったと言われればそれまでですが、妻の安否を即答できなかったことは夫として非常に怪しいんです。このほかリーは早めに実家から帰ったことについて、妻を驚かせようと思ったと言ったり、連絡がなくて心配だったと言ったり、供述が一貫していません。このように彼の言動には複数の不審な点が。でも妻が亡くなってるのに対してさ、冷静になんか応答できるもんおかしいと思うわよそれ。リーと奥さんはすごく円満に見えるし、殺す理由なんてある？明確な理由になるかはさておき、円満に見えていたリーとアマンダの間には問題も確かにあったんです。アマンダは20代でハウスクリーニング事業を軌道に乗せ、ビジネスで成功していた女性。一方で夫のリーはなかなか職が定まらず、失業していた期間も短くありませんでした。家計はアマンダの収入で賄われており、夫婦の力関係には不安定な部分が。アマンダの家族によると、夫のリーは普段は穏やかだが時折すごい勢いで起こることがあるとも。ひょっとすると2人の間には夫婦にしか知り得ないいさかいがあったのかもしれません。しかし事件当日、リーは確かに現場から640キロ離れたサスカチュワン州に滞在していました。ガソリンスタンドの防犯カメラや店舗の購買記録などからもその事実は疑いようもなく、彼は早々に容疑者から外されたんです。ちなみに警察から妻殺しの容疑をかけられたことについて、リーは次のように語っています。彼女の一番近くにいた僕が疑われるのは当然です。でも僕は誓って無実です。一刻も早く妻を殺した犯人が誰なのかを知りたい。このほかリーが第三者を動かして殺害した可能性もありますが、彼は警察に対し協力的で、結局犯人とは考えにくいとされているんです。アマンダ・アントニー不審死事件はこのように様々な仮説が唱えられながらも今も未解決のまま。皆さんはこのアマンダの死を事故だと思いますか、それとも何者かに殺されたと思いますか？おさすけんちゃんです。ここでね、皆さんにね、重大発表なんですけど、なんとアルゴメトリー恵比寿にシーシャバーをねオープンします。もちろんね、最高の C 社は作りつつも、店内流してる曲を流行りの J-POP とかじゃなくて、ジャズとか聴きやすいクラシックだったりとか、内装はアンティークのね、食器だったりとか、ちょっとそういう、いわゆるヨーロッパの純喫茶みたいな大人の空間をね、作っていこうかなと思っていまして、で、店内には間接照明とかでね、暗さと明るさのバランスを取りつつ、すごいね、素敵な空間を作ろうと思ってますと。ちょっと最近ね、恵比寿にある、もうすでに C 社バーとして運営しているところを買い取りまして、ただその名前とか中身でやるんじゃなくて、もう内装も全部変えて、ほぼ買い取った意味そんなないんですけど、もう作り直して新しいブランドとしてねやっていこうかなと思いますと。でちょっとそれにあたってですね、一番大事なのってやっぱり人だと思うんですよね。お店で働いてる人だったりとかね、内装とかもね大事なんですけど、やっぱり人だよねっていうところで、というわけでこの度恵比寿の C 社バーのですねオープニングメンバーを募集したいと思います。基本的にはね C 社を作ったり、あとはお客様にねお話ししたりとかして、そういう接客を含めてやってもらうっていうところと、あとはね頼れる方がいれば店長っていうポジションもねやってほしいなと思ってます。なのでオープニングメンバーとして、そういったねところで C 社が好きな方だったり、そういった方がいましたら、今ね C 社バーでまさに働いてるよって方もいましたら、ぜひね一緒に働きたいです。で僕の目標としては、いわゆるこう YouTuber が開いた C 社バーだから人が来るよねみたいな、そういうのはやりたくないんです。もちろんね皆さん来てくれるっていうのは嬉しいんですけど、なんかそこに甘えたくない。本気で来てくれたお客さんに、別に特に YouTube 知らずにフラッと立ち寄った人にも、また行きたいなって思ってもらえる、そういったね空間を作りたくて、そのためには C 社好きでとかだけじゃダメで、来てくれたお客さんに最高のねおもてなし体験をしてもらおうっていう、そういうホスピタリティっていうのがすごい大事で、だからある意味 C 社の経験ももちろん大事なんですけど、なんかむしろそういった人間性だったりとか、そういった思いに共感してくれる方と僕は一緒に働きたいなって心から本当に思ってて、もうそういうのを楽しめる方、そういうのに情熱を持てる方、お客様にね感動してもらえてっていうね、そういう空間を作りたいなっていう、そういう熱意がある方、共感してくれる方ね、ぜひね概要欄もしくは固定コメントからねご応募いただければと思います。ぜひね一緒に最高の空間を作っていきましょう。よろしくお願いします。